どうもこんにちは。物理では大変お久しぶりでございます。クックパッドの笹田です。今日は、Making Many Threads on Ruby というタイトルで、Ruby に MN スレッドをつけるという話をします。今日の話なんですけども、今我々がやっている Many プロジェクトというもののご紹介になります。プロジェクトのゴールはですね、Ruby で、たくさんのスレッド、Many スレッドを実現する。で、Many ってどれくらいかなんですけども、こう10を超えるとなんかたくさんって感じがするんですけれども、それ以上でですね、10万とか100万とかっていう単位でスレッド作れるとどういう世界になるかっていう、そういうのを目指すというのがこのプロジェクトです。ネットワークアプリケーションにおけるコネクションをたくさん持っておきたいっていうのは現代的にはよくあるシチュエーションですし、例えば Ruby3.0 から入ってラクターでアクタープログラミングをするっていう時に、何十万何百万のアクターが使えるとまたプログラミングする世界が変わってくるっていうふうに考えてて、こういうのを目指すというのがこのプロジェクトです。でそれをするためにですね、MN スレッドっていう実装テクニックが何十年前から知られていて、で、最近だと Go ランゲージが多分著名だと思うんですけれども、今回はですねGo どうやってるのかなっていろいろ調べて、大体こう行き着く先は、Go みたいなものができたっていうのがこの、発表ですね。メニプロジェクトになります。で、MN なので、メニプロジェクトっていうふうに、中田さんが名前を付けてくれました。はい。で、Go ランゲージと違ってですね、ラクターとスレッドとそれぞれ2段階のスレッドスケジューリングがあるっていうのが、Go とかとの違いになります。で今日はどこまで作ったか、どういうふうな性能出てるかみたいなところまで、ご紹介できればと思います。はい。で今日むっちゃ資料がですねいっぱいあって自己紹介とか飛ばします。笹田という名前で、Ruby のインタープリターを作っていて、クックパッドという会社で働いています。自己紹介じゃなくて1点だけ Ruby アソシエーションっていうのを理事やってるんですけども、家庭さんが先ほどのキーノートで家庭さんが、WASM の対応したっていうのはこのRuby のグラントの Ruby アソシエーションのグラントでサポートさせていただいて、今年も募集中ですのでぜひ、皆さんのプロジェクトを応募していただければと思います。では早速進みます。繰り返しになるんですけれども、Ruby でたくさんのスレッドを作りたい。で、Ruby でたくさんのラクターを作りたいっていうのがモチベーションになります。で、行き着く先は何かっていうと、なんかこうカジュアルにですね、コンカレント、パラレル、並列なプログラミングを Ruby でできる世界にしたいっていうのがこのプロジェクトの最終的なゴールになります。で、ここからはですね若干コンピューターサイエンスのオペレーティングシステムの授業みたいな話になっちゃうんですけれども、アプリケーションレイヤーインタープリターレイヤーで、スレッドを作る方法っていうのがこう3つ知られてるんですね。で、Ruby1.8 まで使っていた 1N スレッド、それから Ruby1.9 から使っている1対1スレッド、それから、今回の、話である MN スレッドですね。それぞれどういうものかっていうのを先にご紹介しておきます。CPU2 つあったときに、どうやってこう Ruby スレッド3つをさばくかってことを考えるんですね。でその時にこうネイティブスレッド1個だけがこう Ruby スレッドを特化引っかえするっていうのが、1対 N スレッドです。これユーザーアプリケーションが全部スケジューリングできるので、ライトウェイトっていうふうに言われています。で、Ruby1.9 からは、この1対1スレッドで、Ruby スレッド1つにつきネイティブスレッド1個立ち上げるっていうそういうものになってて、このネイティブスレッドのスケジューラーと Ruby スレッドのスケジューラーそれぞれが併存していて、で、CPU が複数だったら、理論的にはこう CPU の数だけ、ネイティブスレッドが同時に動くパラレルに動くというモデルになっています。で MN に関してはネイティブスレッドをこう例えばここでは CPU の数と同じ2個に限定して、この2個がこの3つのスレッドを Ruby スレッドをマネージしていくっていうそういうモデルになります。
いろいろ言われてるんですけども、この MN が一番効率が良くて、いい感じにできるんじゃないかっていうことで、例えば Go ランゲージとか、Erlang ランゲージとかが使っているっていう感じです。細かい説明はですね、今日はちょっと飛ばしますが、資料がダウンロードできますので、興味ある方は後で見てください。言いたかったことは MN っていうのはなんかいいらしい。で、そのいいらしいものとをどういうものが使っているかなんですけども、例えばオペレーティングシステムが、スレッド、オペレーティングシステムが提供するスレッドの実装方法として、MN を使ったっていう実例があります。ただし現在は多分それ OS でサポートするには複雑すぎて、なかなかサポートできなかったんじゃないかと思うんですけど、それで、現代で使っているものはありません。ランゲージネイティブな、フィーチャーとして、Go ランゲージとか Erlang とかが、MN で提供する言語機能を持っています。それから、Java とか Rust とかもそれができるようにするための仕組みというのがどんどん入ってきて提案されています。で、一応背景として Ruby のスレッドをもう一回一さらいしておく話なんですけども、Ruby のスレッドっていうのはコンカレントに動きます。コンカレントに動くっていうのは、複数のスレッドを作ったら、いつかは、それスケジューリングされるっていうことですね。時間で切り替わったり IO でブロックしたら他のスレッドに切り替わるみたいなことを対応しているので、コンカレントな、スレッドになっていますが、並列には動きません。GVL っていうので、唯一 GVL を持っているスレッドだけが走ることができるというモデルになっています。で、ラクターはそれを、改善するもので、ラクターの異なるスレッドっていうのは同時に動くことができるようになっています。はい、で、こういうモデルでですね、ただ、ラクターはそれぞれ一つのスレッドを持っているということは、結局スレッドが速くないと、マルチスレッドが速くないと、なかなか、ちゃんと早く動かないっていう問題があるわけで、1対1スレッドで実装されていたこれまでの Ruby では、なんかこうたくさんスレッドを作るといろいろとボトルネックがあるというのは知られている話です。で、ご紹介した通り、Go ランゲージとかでは MN でうまくやってんだから、じゃあ Ruby でも、使ってみたらどうかなっていうのがこのメニュープロジェクトになります。で、ご紹介していくんですけれども、家庭さんがですね、キーノードでたくさんローレイヤーの話をしていただいたので、皆さんよく分かっていらっしゃると仮定してですね、これからはですね、もうちょっとだけ難しい話します。それをベースに。はい。で、我々のメインプロジェクトでは、2つのスケジューラーを持つように、2レベルですね、のスケジューラーを持つようにしています。で、ラクターレベルでは MN モデルでコンテクスト切り替えを行う。で、スレッドレベルでは 1N モデルで、コンテクスト切り替えを行うというものになっています。ただし、どうしようもない時っていうのがいくつかあるので、そういう時に1対1モデル、11モデルに、フォールバックするための仕組みが用意されています。はい、で、他はですね、簡単のために FIFO スケジューラーを使うとか、タイマースレッドを使うとか、そういう実装上の細かい点があるんですけれども、ちょっとご紹介していきます。MN スレッドですね。ラクターレベルでは MN で動くって、これどういうことかっていうと、こうネイティブスレッド2つ M が2というふうに考えると、ラクター1が、ラクター2を生成しましたって言ったら、ラクター2はまだ動いていなかったので、じゃあここで動かすわって言って進むわけですね。で、これなんかこうタイムスライスで時間が来たのでラクター3に切り替わったら、ラクター3はずっと走り続けるんだけれども、ここでですね、ラクター2が、IO ブロックかなんかしてやることなくなったら、ここで、切り替わったラクター1がこっち側で動くっていう、これカーソル出てないすいません、カーソル出てなかった。これか。ずっと手元でこことか言ってました。失礼しました。ラクター1がこっちで動いてたのがこっちで動くようになります。はい。大変失礼いたしました。で、これが、MN スケジューリングの、ベーシックなところです。で、
1N ですね、スレッドレベルではどうしているかというと、例えば3つスレッドを作ったときに、他のネイティブスレッドで動かさないので、ネイティブRuby スレッド1が切り替わったタイミングで、切り替われるタイミングでごめんなさい、Ruby スレッド2に切り替わる、3に切り替わるって感じで、1対1スレッドになります。で、この例えばタイムスライスですね、これもうそろそろ切り替わってよっていうシグナルを送るのはこのタイマースレッドがやるっていうふうにやっています。この切り替えのタイミングっていうのは100ミリセカンドっていうふうに、現状の Ruby と同じような時間でやっています。で、ネイティブスレッド、ごめんなさい、ユーザーレベルスケジューラーを作る上で難しいのが、ブロッキングオペレーションをどういうふうに扱うかっていう話ですね。で、例えばリードでブロックすると他のスレッド動かないので他のスレッドに切り替わってくれないといけない。でこれをうまくハンドルする必要があるわけです。で、今回、マネージドブロッキングオペレーションとアンマネージドブロッキングオペレーションという形でこのブロッキング具体的な話を、2つに分けているんですけども、例えばリードとかライトっていうのはこれ今からブロックするかとか、準備できたかっていうのはカーネル、Ruby のスケジューラーが知ることができるんですね。で、それはやりやすいので、この辺はマネージできるからマネージドブロッキングオペレーションと言います。で、実は世の中にはですね、それ以外ですね、なぜか止まってしまうっていうのがあって、いつ、災害可能かも予測できないっていう、そういう、システムコールとかいろんな止まってしまう処理っていうのがあるので、で Ruby のインタープリターっていうのはこれら両方とも、Ruby1.9 ではからの、スレッドモデルではサポートしています。で例えば DNS のルックアップとかっていうのは勝手に止まっちゃうんで他のスレッドに切り替わらないとかっていう問題が Ruby1.8 ではありました。で、Ruby1.8 までの 1N モデルでは、このブロッキングオペレーションっていうのをどうやってたかっていうと、リードとかライトとかマネージできるやつだと、インタープリターが一生懸命やってたんだけど、それ以外のものに関してはもう諦めるというか、できないものはできないっていうものになっていました。対応できない。だから、そういうブロッキング、アンマネージのブロッキングオペレーションを実行すると他のスレッドに切り替わらないみたいな状況になっていました。でこれを何とかするためには、スレッドスケジューラーを、いじる必要があったですね。で、ある程度ユーザーレベルでごめんなさい Ruby インタープリターはそれを対応するために頑張ってたんだけども、対応できるのにも限りがあるので、それはできるものできないものがありました。で Ruby1.9 からは1対1モデルになったので、GVL を離してそのブロッキングオペレーションを実行するっていうと、とりあえず、他のスレッドに移ることはできるという状況になってたんですね。なのでこの RB スレッドコール without GVL っていう、Ruby の C の API があるんですけども、この API 経由で、アンマネージブロッキングオペレーションを実行すれば、スレッドが止まらなくて済むっていうそういう状況にしました。で、それ導入されてからもう15年経つんですね。もう時が経つのが早いんですけども、15年も経つともう大体これ必要なものがこの関数でラップされているので Ruby は多分、スレッドで止まることはないという状況になっていると思います。でこの状況を踏まえてですね、メニュープロジェクトではどうするかなんですけれども、先ほど言った通り、マネージドブロッキングオペレーションというのはインタープリターのスケジューラーが頑張ってマネージします。例えば IO の待ちをチェックするのをタイマースレッドっていうので、EPOL とか KQ とかシステムの提供する、API ですね、システムコールを利用してこれらのブロッキングを検出する。それからアンマネージドブロッキングオペレーション、これどうしようもない、いつ終わるか分かんないので、このためにデディケイテッドネイティブスレッドっていう概念を一つ設けてこれに対処します。これに関しては後で図で説明します。これマネージドですね。例えばここでリードが発生したらタイマースレッドにこれ今からリードで待つよって言ってで、他のスレッドに切り替わります。で、リードが終わったよってなった時に、ここで、スレッドスケジューラーに、Ruby スレッド1がレディになったということで、最終的に時間が経つと Ruby スレッド1がレジュームされるというそういうモデルになっています。で、アンマネージブロッキングオペレーションに関してなんですけども、なんかこうブロックしてしまうシステムコールとか、
ビグナムの計算とかが始まるとこれ占有しちゃうんですね。もう今から占有するよっていう宣言をするデディケーテッドネイティブスレッドに変えて行うんですね。で占有していると他のスレッドが実行できないのでタイマースレッドが今このスレッドが占有しているぞでスレッドが足りないぞってなった時にネイティブスレッド2を、走らせて他のスレッドの実行をこの NT2 の方で走らせます。で、このブロッキングオペレーションが終わりました。計算が終わったのでじゃあ戻ろうとした時にもうすでにこっち NT1 が始まっているのでじゃあって言ってもうこの NT1 はいらないのでもうあとは全部 NT2 で全部やりましょうということで最終的には、Ruby スレッド1の実行は NT2 の上で始まるみたいな、こういうモデルになっています。このモデル自体はですね、Go ランゲージとかと同じです。で、MN を導入する上で、多分一番大きな障害っていうのが互換性の問題です。C エクステンションに関して、1対1モデルを、前提にしたものがいくつかあります。で、顕著なのが、ネイティブスレッドのスレッドローカルストレージっていうのを使っていてこのネイティブスレッドにバインドされていることを前提としたプログラムというのが世の中にはあるんですね。で、これに対処するために今からはもうこのスレッドはデディケーテッドネイティブスレッドにするとかこれから生成する Ruby スレッドは全部 DNT デディケーテッドネイティブスレッドをバインドして実行するっていう宣言をする方法を用意しています。で、現状ではメインスレッドだけ最初に起動するやつですね。それを DNT にして他はそうではないようにするっていうのをやってるんですけどもこの辺は今後API の議論で変えていく話かと思います。最終的にどうなるかはちょっとこれから考えるということですね。ただ、コンパチビリティイシュに関してもユーザーレベルでそのハンドリングできるのでそんなに問題もないからいいんじゃないかなと思ってるんですけどもどうでしょうか。一番保守的には、起動した瞬間は全部1対1モデルこれまで通りのものにするっていうのが一番問題はないんだけど、性能上の利点は若干減るっていうところですね。はい。で、これはいいや。で、MN の利点ですね。MN の利点に関しては、いろんなものが、軽量になるということですね。で、インピーダンスミスマッチって言ってるんですけど、ネイティブスレッドのスケジューラーと Ruby スレッドのスケジューラーがあって、特に GVL で無理やり一つのスレッドしか実行しないようにするっていうので、だいぶオーバーヘッドかかってるっていうのが分かってきました。で、MN にすると、その切り替えの判断とかっていうのをネイティブスレッドの移行に気にせずにやることができるというので、めちゃくちゃ速くなるっていうのが分かってきました。で、最初考えていたネイティブスレッド作るのが遅いから Ruby スレッドも MN にすると速いだろうと思ったのは、実はそうでもなくて、P スレッドっていうネイティブスレッドを作るための API っていうのはなんか調べてみるとむちゃくちゃ速い最近の OS だとむちゃくちゃ速く頑張ってるっていうのが分かってきたのでここは若干速いぐらいの話です。で、欠点ですね。欠点に関しては、互換性の問題とか、これ作るの大変なので、実装が複雑になってしまうとか若干のオーバーヘッドがあるとか、Ruby のプロセスの外から見た形が変わるってことですね。ネイティブスレッドを3つ作った時に11だと Ruby スレッド3つ作ったらネイティブスレッド3つ増えるんですけども例えば、MN だと1個しかできなくてトップの表示が変わるとか GDB でデバッカーでネイティブスレッドのデバッグがやりづらくなるとか、そういう欠点はあります。それからRuby 3.0 から入った Fiber スケジューラーとの比較なんですけれどもモチベーションは同じで Fiber スケジューラーは Fiber を Ruby レベルでスケジューリングするための仕組みですけれども、Fiber スケジューラーはアプリケーションに特化したスケジューラーを作ることができるという点で、ベストな、性能を出すために要するにスケジューラーをちゃんとチューンすれば、ベストな性能を出すことができるという仕組みになっていてあとそれから Ruby でスケジューラー書くので、MRI 以外のものがでも動かせる。で、メニュープロジェクトの良い点は、これまでスレッドで作っていたプログラムがいつの間にかたくさんのスレッド作っても問題なくなるみたいなそういう何もしなくてもいいってところが良いところですね。ベストではないけれどもベターなスコアが出るようになるっていうのが変わる違いです。それから良し悪しですけれどもタイムスライスでスレッドを勝手に切り替わるとかっていうのもこれまでのスレッドの仕様通りに動きます。で、ラクターもこれ同じ仕組みに乗って、MN ってラクターのためのものなので、この仕組みで、Go みたいな並行計算ができるっていうのがこの
プロジェクトの、メニューの良い点ですね。あと、それからいろいろ面白い話がありまして、全部喋りたいんですけどもちょっと時間がないのでちょっと少しだけ面白かった話が最初のオーダーの話なんですけども Ruby のスレッドって少ない数で前提で、インターポレーター書かれているので結構全スレッド舐めるっていう全スレッドイテレートするっていう処理がいくつかあってでそれが例えば数十万になるとそこが性能ボトルネックになるっていうその辺が見えてきて面白かったですね。はい、で評価です。みんな大好き評価。こういう環境で評価しましたっていう話で、実際に作ってみたらどれくらいの性能になるかですけれども、これ横軸が、同時に存在するスレッドの数で、わーっと例えばこれ100万個のスレッドを存在するようにしたら、全部作るのに40秒かかりましたっていうグラフです。メニュープロジェクトではこれくらいかかりました。でマスターでこれをやろうとすると、大体17万スレッドで、サチるということが分かりました。17万スレッドでもうこれ以上作れないっていうなんか OS の制限かなんかに引っかかっちゃって私はこれ以上作れませんでしたっていうものになります。で、生成速度だけ見るとやっぱり MN の方が速いですよね。この傾きがこっちの方が緩やかなので速いというものになりました。ただ、想像していたもうちょっと、なんていうか10倍100倍みたいな性能向上はなかった感じです。で、あとこれさっきのグラフなんですけどもメニュープロジェクト、ごめんなさいどこだあったカーソルこれメニュープロジェクトの、生成速度なんだけどもこれ GC ディスエーブルにするとこんなに差があるんですよ生成のコストが。100万作るのに7秒で済むようになった。つまりですねここって GC のオーバーヘッドなんですよね。GC をオフにするとこれだけ良くなるということでなんか100万個スレッドがあるもので、GC を行う、GC が毎回作ってるタイミングで GC を行うとむっちゃ遅くなるっていうのが分かってきているのでこれなんとかしなきゃいけない問題です。で、ちょっとだけラクターの話をすると、スレッドラクターで作るスレッドも速くなるはずなので速くなるかなと思ったんだけど、よく見てくださいこの1500秒かかっちゃったっていうことですね。もう全然話にならないぐらい遅い。でこれ多くのオーバーヘッドはやっぱり GC でラクターはさらに GC がオーバーヘッドかかるというのが分かっていて、これなんとかせんといかん話です。でGC をディスエーブルしたらさっきみたいに良くなるのかっていうと、だいぶ数百秒よりは良くなったんだけどまだまだ遅くてでこれいくつか理由が考えられるんだけどこの辺一番大きいのはこれ、まだ MN にちゃんと対応してないっていうところがあるんですけどもそれ対応してもまだ遅いような気もするのでこの辺今後もっとやっていかなきゃいけない話です。でちょっとアプリケーションを大きくしていくと、よくあるスレッドでのベンチマークでよくある話で、これスレッドを N 個作ります。で数珠つなぎにしてQでつないでおいてメッセージを1個ポンって渡します。でこの Ruby スレッドを次のスレッドにポンって渡します。でN 個同じようにギューってメッセージが回ってきて最終的に元に戻るっていうこれリングエグザンプルというふうに今回名付けてるんですけどもこれやる時間どれくらいかっていうのを測ってみますと、一周するのにかかる時間がマスターだとなんか、すごい少ない数ですごい時間かかってるっていうのが分かります。でこれ以上やってらんないということでこれ切ってます。で、これ理由なんですけれども先ほどインピーダンスミスマッチって言ったんですけどこういう動機の入るプログラムっていうのは、カーネルスケジューラーと Ruby のスレッドのスケジューラーとでコンフリクトして相性が悪いのでこんな結果になっている。で、メニューだと100万個でもほらこんなに速いっていうこういうグラフになっています。でよく見えないのでこのマスターの方を消してみるとこんな感じになってて1回ループする一回りするのに100万回一回りするのに、1秒ぐらいだったので1回パスするのに1マイクロセカンド、これが速いか遅いかなんですけど、Go で書いてみたらどうなるかっていうと Go もっと速いんですね。さすがだなという感じで多分いろいろオーバーヘッド考えられるんですけれども、まだまだ伸びしろがあるメニュープロジェクトということでこれからも頑張っていく感じです。で、これはいいや後でいい。あと、ネットワーク使ったらどうなるかの話なんですけれども
簡単なチャットサーバーのアプリケーションを考えていました。で、このチャットサーバーどんなものかというと、N 個のクライアント、ここでは3つですけれども、3つつないでますと。で、1つのクライアントがメッセージ、ハローって投げたら、全てのサーバー、ごめんなさい、クライアントにサーバーがハローって返すっていう、非常に単純なものになっています。で、これちょっと注意しなきゃいけないのは、ライトがブロックすることがあるんですね。例えばクライアント2が、リードしない、全然こう、送っても、待ってしまうような場合は、サーバー側でソケットが詰まっちゃうので、そこで止まってしまうんですね。で止まってしまっても他のクライアントにちゃんと送れるっていう状況を維持するのがここはちょっと難しい問題になっています。でそれを実現するために、リーダーとライターをそれぞれ一つずつスレッドを分けて実現するようにしています。で、これらが直接つないだり一つこうメディエーターブローカーっていうふうに言ってますけど、一つとにかくメッセージが来たらこの人に伝えて、この人が全てのライターに伝えて、でこのライターがそれぞれのクライアントにやるっていう、そういうモデルですね。どちらもですね、N 個のクライアントに対して、2N のスレッドを作るっていうそういうモデルになっています。でこれをですね、2つのアルゴリズムで、マスターとメインで比べてみたところ、アルゴリズムの差がないんではあんまり差がなくて、マスターではですね、ごめんなさい、マスターの実行時間よりもメニューの実行時間の方が早かったっていうのが分かりました。ごめんなさい、これの説明してなかったですね。1回、あるクライアントがメッセージを投げて、全てのクライアント、N 個ですね、これ、例えば6万個のコネクションが、にばらまくっていうのを、これを100回繰り返すっていうことをやりました。で、やってみたら、マスターよりもメニューの方が早いっていうことが分かったので、これは良かったんでなんですけども、IO セレクトっていう非同期処理をするためのやつで、スレッド使わないでもこの処理って書けるんですよ。でやってみたらそれが一番早くて、性能的には残念なんですけども、こう IO セレクトでプログラミングしたことがある方は分かると思うんですけども、むっちゃ辛くて、これは人間にはできないと思ったので、その書きやすさの代償として、スレッドを使うっていうもので、このスレッドの書きやすさの代償のパフォーマンスペナルティがこれくらいだということですね。これまでがこれくらいだったのが、セレクトの2倍ぐらいになったので、悪くはない結果になったのではないかというふうに思います。はい。これは、いいや、これはちょっと飛ばします。さて、フューチャーワークですね。これからやらなきゃいけないことなんですけども、メニュープロジェクトとしては、実装がまだ不十分なので、それを実現して、ラクターをサポートして、Linux 以外でもサポートして、で、いつかですね、3.2 に入るかどうかはちょっと分かんないんですけども、まだちょっとこのクオリティなので分かんないんですけれども、いつかはマージできたらいいなと思っています。で、GC が問題だというふうに、何度か言ったんですけども、GC に関してはスレッドレベルで何とかする。例えば動いてないスレッドはマークの対象から外すとか、なんだオールド GC、世代別 GC でうまいことやるとか、そういう仕組みも考えられますし、今ちょっとGoogle サマーオブコードの元学生さんかなとやっているのはラクターローカル GC ですね。ラクターっていうのはこうそれぞれヒープがある程度切れちゃったおっとよかった。はい、ラクターっていうのはそれぞれオブジェクトヒープがある程度分かれているので、それぞれをローカルでやったら早いんじゃないかとかということを今実験しています。それから去年からですね、デバッガーを私やってたんですけれども、そのデバッガーもマッシブパラレルな状態で、マッシブコンカレントな状態だとなかなかうまくデバッグするの難しいと思うので、これなんとかしたいなと思っています。で、これらをやることでですね、Ruby をカジュアルな並行並列言語にしていきたいというふうに思っています。はい、この発表に関する謝辞でございます。松本さんとか遠藤さんとか他のレビューアーの方ありがとうございました。それから、鳥居さんですね、私を Ruby 会議に連れてきてくれてありがとうございました。はい、というわけで、以上でございます。今日はメニュープロジェクトの話をしました。質疑応答する時間がなかったので、アフタヌーンブレイクのあたりで、クックパッドのブースの周りにおりますので、よかったら、声をかけてください。今日はありがとうございました。